こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリターンの参戦に続いて、日本から岸田首相や、最近では小池百合子氏、スティーブ・青木氏、大郷氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちら毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、グレースケールとビットワイズがスポットイーサ ETF のオプション取引の上場申請をしています。対象としては、グレースケールイーサリアムトラスト、グレースケールイーサリアムミニトラスト、ビットワイズイーサリアム ETF の3つとなっています。昨日のブラックロックと同じような動きになってますね。またグレースケールはスイとタオの投資信託立ち上げを発表しています。グレースケールスイトラストとグレースケールビッテンソールトラストです。グレースケールはですね、ビッテンソールは分散型 AI の中心であり、スイはスマートコントラクトブロックチェーンを再定義すると考えていますと声明を出しています。グレースケールは様々なアルトの投資商品を提供してますけども、これも今後市場に影響してくるのか注目ですね。あとは香港のデジタル銀行と呼ばれている MOX がスポットビットコイン ETF、スポットイーサ ETF の提供開始を発表しています。香港、米国の ETF、どちらも提供する予定となってまして、手数料に関しては、香港の ETF は 0.12%、米国の ETF は 0.01% と、他よりも低いことから今後の流入が期待されています。MOX は今後、仮想通貨取引所の立ち上げも予定しているということで、その後が注目されてますね。あと、オンチェーンの方では、プラストークン関連のアドレスが約3年ぶりに動き出したのが話題になっています。このプラストークンは2020年に、ポンジスキームで200万人以上の人を騙して約500億元、76億ドル以上搾取したとされてまして、その後中国警察から取り締まられて約19万 BTC、83万イーサ、その他あると当時の価格で42億ドル相当、現在の価格では140億ドル相当押収されてました。で、当時からですね、そのプラストークン関連の資金は複数のアドレスに分散されてて、取引所にも移動してますし、現在中国当局がどこまで管理しているのかというのも未だに不明なんで、どれだけの売り圧があるのかも定かではないんですけども、一部ではイーサだけで20億ドル相当、今回は 4.6 億ドル相当のプラストークン関連のイーサが動いているということで、イーサの売り圧が懸念されています。で、昨日の日本時間19時以降ですね、イーサが先導して市場全体が落ちて、何事かと思ってたんですけども、このプラストークン関連とされているイーサが送金された時間帯が、大体そのあたりなんで、今回の下落はこれが一つの要因じゃないかと思われます。実際にね、まだ取引所に送金されてないんで、売ってるわけではないと思うんですけども、これらが実際に取引所に送金された時ですね、市場がどのように反応するのか注目ですね。で、また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、各社からの流出が収まってまして、全体でプラスになろうとしている展開です。ただブラックロックは、連日ゼロを記録してますし、市場の流れ的にも大きな流入は期待できなそうですね。で、またスポットイーサ ETF は、こちらは現時点では全体でマイナスとなっています。先ほどのプラストークンファンダも、米市場が開けてる時間帯に出ましたんで、今回はあまり期待できなそうではありますね。一方、香港の方は、ビットコインはゼロとなってますが、イーサプラス1250イーサ、ドル換算では、プラス295万ドル相当となっています。先日の流入から動きが見られるようになりましたね。ビットコインの価格は現在55,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、特に大きな動きはないんですが、米金利上昇から各指数続落傾向となっています。で、また昨日、内田日銀副総裁の利上げ慎重の声明が出されて、反発してた日経平均もですね、先ほど日本市場が開けてから折り返して落ちている展開になってますね。米国債金利は 3.953 を推移しておりまして、ナスダックが 17,867、S&P500 が 5,183、ダウ平均が 38,763、
金ゴールドが2384ドル、日経平均が34,433円、ドル円が 146.16 円となっております。個別株の方では、ロビンフットが第2四半期の決算で仮想通貨取引による収益をプラス8100万ドルと報告してまして、前年同期比プラス 161% となったことが注目されています。仮想通貨関連銘柄は軒並みマイナス7から 8% と下がってますけども、ロビンフットの株価はプラマイ 0% を保ってますね。で、ダークインベストもロビンフット株を210万ドル分、コインベース株を400万ドル分、再度買い増しを報告しています。また先ほどメタプラネットが10億円の融資を受けてビットコインの買い増しに当てると発表しています。株価も急反発して現在プラス 15.5% となってますね。メタプラネットの資金調達止まりませんけど、また浮上するのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI 全体でマイナス 0.15%、額としては269億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.7%、バイナス意味はロングが 62.1% と上入りになっています。今後の指標としては、本日8月8日に米新規失業保険申請件数、卸売在庫確保値、8月9日にメキシコの中銀政策金利、8月10日にロシアの CPI などが控えております。昨日の内田日銀副総裁の発言から、米市場が明けてもそのまま勢いが反映されるのかと思ってましたけど、結果的には日本市場で上がった分、米市場で下がった展開となっています。チャートだけ見たら時間足の55,000の底で反発して再度上に向かってますけども、これから取り上げる米選挙戦の動向などを考えるとですね、また楽観視できない状況になってますね。上は昨日弾かれた58,000の抵抗を抜けられるかどうか、下を54,000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2390ドル、BTC 建ては 0.0428 と、昨日からさらに下がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 0.15%、額としては99億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.7%、バイナスミはロングが 76.2% と上入りになっています。ブラックロック、グレースケール、ビットワイズのスポットイーサ ETF オプション取引申請からですね、ETF の流入と、最近になってようやく明るい話題が出始めたと思った矢先にですね、先ほどのプラストックファンダが出て、単独で弱くなっております。先ほども少しお伝えしましたけども、まだ実際に取引所に送られてないんで、これらが取引所に送られるとなると、またさらに下へ放る可能性があるんで、また下への警戒が走っている状況なのかなと思いますね。チャートだけ見たら、2550の抵抗で弾かれて、去年12月から今年2月にかけての、そこで耐えている状態です。短期では上は2600の抵抗を抜けられるかどうか、下サイド2200あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。トランプの息子らが DeFi の立ち上げを匂わせているのが話題になってますね。トランプジュニア氏、エリック・トランプ氏が BDeFi 案とのタグをつけて DeFi 関連の投稿を続けています。仮想通貨界隈は頼もしそうに見てますけども、リプランを見るとですね、暗号通貨に携わって選挙を台無しにしないでくださいとか、批判的なコメントも目立ちます。昨日もトランプの息子のバロン氏が関与していると噂されてた DJT トークンがマイナス 90% と暴落してましたから、世間的な印象はあんまり良くないのかもしれないですね。で、また大統領選の予測も2日前はトランプが 54% とリード、昨日は 52%、日を追うごとにハリス要素が多くなってまして、ついにトランプを抜いてます。模試トラからほぼトラと、暗殺未遂事件からほぼ勝ち確と見られてたんですけども、あっという間にイーブンとなってますね。まだ3ヶ月ほどありますけど、大統領選どうなるのか、今後の進捗に注目ですね。あとここからアルト関連になります。リプル vs SEC 裁判の続報ですね。裁判所がリプルに対して1億2500万ドルの罰金命令を下しています。トーレス判事はですね、SEC の申し立ては一部認められ、一部却下されると、裁判所はリップル社に対し、証券法のさらなる違反を禁じ、1億2503万ドルの民事罰金を課す最終判決を下すと、訴状に記しています。SEC が当初要求してた10億ドル相当の不当利益返還と9億ドルの民事罰金よりもかなり減額されてるんで、リップル界隈では実質的勝利だと盛り上がってますね。で、リップルの CEO ガーリングハウスもですね、これはリップル業界、そして法の勝利ですと、XRP コミュニティ全体に対する SEC の逆風は消え去りましたと、X に投稿してます。で、日本の方でもですね、これで SEC 裁判完全に終了したという風に拡散されてますけども、
他では SEC が控訴する可能性が高いと見られてますね。XRP の価格は市場の下落に反して単独で強くなってますね。一旦は楽観的な空気になってますけども、ここから再浮上できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、バイナンスラブスがソラナのリステーキングプロトコル、ソレイヤーに出資を発表してまして、あとこちらもソラナのディーピンプロジェクト、ダウンを開発しているアンドレナが1800万ドル調達、あと EVM ブロックエクスプローラーと呼ばれているブロックスコートが300万ドル調達、他では元コインシェアーズの CSO がベンチャーファンド、クラッシュビルキャピタルファンドを立ち上げ、合計7500万ドルの調達を目指していることなどが話題になっています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこの動画ですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。